テスラに今、異変が起きています。手頃な価格のモデル Y の発売延期、株価の急落、そしてイーロン・マスクさんへの厳しい批判。一方で、インドでは新型モデル Y がすでに走行テストされ、住宅にはテスラの技術が組み込まれ始めています。おはようございます。ケンです。今回の動画ではテスラオーナー、そしてテスラ株に投資をしている皆さんが知っておくべき最新の重要ニュースを厳選して解説していきます。専門用語はできるだけわかりやすく説明していこうと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず最初に取り上げるのはテスラ株の急落です。本日テスラ株は大きく下落しております。この資料を作成している時点で223ドルでマイナス 7.25% となっております。その背景には大口投資家、いわゆるクジラの動きがあるとされています。ベンズインガの記事によると、クジラは複数のプットオプション、つまり株価が下がるほど利益が出るポジションを立てていることが分かりました。一例を挙げると、ストライク価格340ドルや370ドルといった水準のプットが大きく取引されていて、合計で100万ドルを超える規模にもなっているようです。この動きっていうのは、テスラ株がさらに下がると見ている投資家が増えているというサインでもあります。テスラ株を保有している方にとって短期的に警戒が必要な局面と言えるかもしれません。ただし、こうした下落局面こそ今後の反転のチャンスとも捉えることもできると思います。では、テスラに対する市場の不安はどこから来ているのでしょうか。テスラ株の不安をさらに深めているのがイーロン・マスク CEO への懸念なんです。アメリカの証券会社ウェドブッシュの有名アナリストダン・アイブスさんはテスラ推しなんではあるんですけれども、テスラが今コードレッド、つまり非常事態にあると警告しました。アイブスさんが問題視しているのは、イーロン・マスクさんの政治的な発言や行動がテスラのブランドイメージに悪影響を与えているという点になります。特にアメリカだけではなく、ヨーロッパやアジアでもイーロン・マスクさんの発言が消費者の心を離れさせていると分析されています。その影響は無視できず、15から 20% の恒久的な需要損失につながるリスクもあると、アイブスさんは警鐘を鳴らしています。さらに、イーロン・マスクさんがツイッターを買収し、政府関連の活動にも積極的に関わっていることが、本業に集中していないという印象を与えているとも言われています。テスラにとってイーロン・マスクさんの存在は大きな強みである一方で、今はそれがリスクにもなっているという非常に難しい局面なんです。続いての話題は、モデル Y の新型モデルですね。こちらの発売延期です。テスラは当初2025年前半にアメリカでより手頃な価格のモデル Y、コードネーム E41 の生産を始める予定でした。しかし、そのスケジュールが変更され、2025年第3四半期から2026年初頭にずれ込む見通しとなっているようです。この新型は現行のモデル Y よりも 20% ほど低コストで生産できるとされていて、多くのユーザーが発売を待ち望んでいた車種となっています。また、テスラはこのモデルのアメリカ国内での生産目標を年間25万台に設定しています。中国やヨーロッパでの生産も計画されているものの、具体的な時期は明らかにされていません。この延期っていうのは、部品調達の問題や新たな関税政策、そしてグローバルなサプライチェーンの見直しが背景にあると見られています。実際テスラは中国からの部品調達を取りやめ、北米への切り替えを進めているとも報じられています。テスラオーナーの視点から見てみると、新型が出るなら待とうと思っていた方にとっては、今回の延期は少なからず影響があるのではないでしょうか。一方、すでにモデル Y に乗っている方にとっては、リセールバリューへの影響が一時的に緩和されるという見方も出ているようです。それでは次に、このモデル Y の新型が走行テストを開始されているというインド市場の動きについて見ていきたいと思います。テスラは今、アメリカ市場での厳しい局面を迎える一方で、
インド市場への本格進出を加速させています。以前紹介しましたけれども、インド国内でカモフラージュされたモデル Y がテスト走行している報道もありました。さらにテスラはインドでの販売に向けてニューデリー空港近くのエアロシティやムンバイなど複数の都市で販売拠点の開設を準備中です。合わせて現地での人材採用もスタートしていて、本格的な展開が近づいていることがわかります。また、販売だけではなく、サプライチェーンの構築も重要な動きとなっています。テスラは半導体部品の現地調達を進めるために、インドのタタエレクトロニクスやミクロン、CG セマイなどの企業と協議しているとエコノミックタイムスが報じています。これによりアメリカや中国に偏っていた部品の供給リスクを分散し、インドという次の拠点を育てようとしていることが伺えます。このようにインド市場っていうのはテスラにとって次の成長エリアとして注目されていて、今後のグローバル展開において非常に重要なポジションを担うことになりそうです。そしてテスラに関する最新の話題は車や株だけにとどまりません。実は今、テスラの技術を取り入れた住宅、それがアメリカ・テキサス州ヒューストンで話題を集めています。この住宅にはテスラのソーラールーフやパワーウォール、これは蓄電池ですね。そして EV 用の充電器まで標準装備されています。価格は一般的な住宅よりも少し高めではあるらしいんですけれども、すでに在庫の多くが売れていて、州外や海外からの問い合わせも相次いでいるとのことです。注目すべきなのは、この動きがイーロン・マスクさんへの批判が高まる中でも止まっていないという点です。イーロン・マスクさんの政治的な発言や姿勢には批判的な声もありますが、それでもテスラの技術そのものには高い価値があると消費者は判断しているということになります。住宅においてもテスラは単なる EV メーカーではなく、ライフスタイルのインフラ企業としての存在感を強めていると言えるのではないでしょうか。このように株価や企業イメージに波がありながらも、製品や技術への需要は依然として力強く、テスラというブランドの多面性を改めて感じさせられるニュースとなっております。では最後に今回のニュースを通して僕たちが何を考えるべきなのかまとめていきたいと思います。今回はテスラに関する重要な動きをいくつか取り上げてきました。株価の急落、クジラの売り仕掛け、イーロン・マスクさんへの厳しい批判、そして廉価版のモデル Y の延期と短期的には逆風が強まっています。一方でインド市場への攻勢や住宅への技術展開など長期的な成長の芽も着実に育っている印象です。テスラ株を持たれている方にとってはこうした材料をどう捉えるのか、これが今後の判断に大きく影響しますし、テスラ車に乗られているオーナーの方も新型モデル Y の動向やエネルギー事業の展開から見逃せないと思います。テスラという企業はいつの時代も賛否が分かれます。しかしそれだけ多くの人が注目している証拠でもあります。皆さんは今テスラの状況をどう見ていますか？投資家としての視点だったり、オーナーさんとしての視点だったり、どちらでも構いません。ぜひコメントで意見を聞かせてもらえればと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日の冒頭にもお伝えしましたが、大きく下げておりまして、現在223ドルとなっております。そして明日いよいよ決算発表です。この結果でどうなっていくのか、要注目となっております。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今日の動画の最後にテスラに乗られている方にぜひ知っていただきたい保険のお話を少しさせてください。僕自身テスラオーナーとして日々感じているのがテスラの自動車保険についてです。テスラの場合、自動車の保険で困っている方が多いという現状があります。そんな中でテスラ専用の保険サービスが生まれました。それがテスラ専用の保険代理店のアークエイドです。実際に対談させてもらいお話を伺ってみたところ、一般の保険ではカバーされにくい細かいトラブルにも対応してくれるかなり心強い保険内容になっています。
僕の YouTube でこのアークエイドさんと直接対談もさせていただいていますので、テスラに乗っているけれども、保険は普通のままと言われる方は、ぜひ一度チェックされてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。